ようございます。いよいよ年末ですね。前回撮影した大きかったヒラメとエイの死体の下から出てきたカニ、もちろん競りへかけたんですけど、競り落とされた価格にびっくりしました。さすが年末。今日もできればああいったね大物がいてくれればいいんですけど、なかなかそうはいかないでしょうけど、一応狙って頑張ってみたいと思います。雨がすごい。楽しみがありますね、こういうの見ると。もう多分丘の方なんか岩の方にね、まだこんなんがびっしりいるんじゃないかと思います。嬉しい。この時期に最初の網で2つは嬉しい。あとはいつもの500円キロ。なんかでも柄大きいな。これぐらいのサイズばっかりなら相当いいです。シャコも触った感じがねちょっと良くなってる。ブヨブヨはもう見当たらなくなりました。よいしょ。この時期にクラゲ、よう超えたチヌ、なかなか見ない。マハゼ、これぐらい大きかったら刺身でいけそうですね。刺身悪くないですね。してみようかな。やった感じ。ボーナスタイムヒラメコズでした。よいしょ。お、出た、ナイス。どこやろうかな。こんなにゲタがおるんなら。おお、悪くない。どうしよう。Uターンかガラの方へ戻るか、ここをやるか、微妙な感じが。でもなんか基本的にいい感じですね、これやったら。まあで U ターンしたらゲタいないんでしょうね。U ターンしたんですけど、取ったっけ。やっと来たかも。本当にやっと。朝からずっと狙ってたんで、本当にやっとって感じですね。あ、やった、ラッキー。しかもシャーシャーまで。ボーナス。今日は全然ボーナスタイムじゃない時間がボーナスでしたね。カモメに食べられるなよ。もうよう超えて、だんだんヒラメもね超えてきて、やっとですね、やっと。ほんと朝からずっと狙ってました。あとチヌも今日は両型が多い。もうほとんど超えてるやつばっかりですね。これもよう超えたチヌで、やっとだ。やりました。本当にやっとっす。1日1つはなんとか取りたいんで、ずーっと朝から狙いましたが、これでちょっとヒラメコースをそれたい。これでヒラメがおるラインをそれて他のとこ行きたいと思います。
あとは潮返しにちょっともう一遍狙うだけです。ヒラメだけですね、いいのが。パトったハゼ刺身用。ただ今日はヒラメが1で、あと多めに出会えませんね。中面でもいいから来てほしいですけど、まあね、全員合わせても数匹しか位置出てないんで、なかなか難しいと思いますけど、取るのは。シャコ出ました、夕方になって。でもシャーシャーのメスの入りは結構いいですね、今日は。ただやっぱり寄ってみると夕方は夕方ですね。なんやかんや一応入っとんのは入ってますね。車庫出たし、ここにも拾えるやつ。最後でナイス。サーシャまでおこぜまで来ましたね。本日2つ目、まあ2つ折ってくれたらシャーシャーもねメス10枚おるんで、2つ、まあ1つでもまあだいぶ安心なんですけど、2つ折ったらもう本当に安心。よかった、ラストで本当に感動。これは神様は見てくださっとる。頑張る姿を。やったー、ラスト2つ。結局おかげで、ラストのおかげで、これラストなかったらまあええかぐらいの量なんですけど、このラストのおかげでめっちゃええ量になりましたね。やったね。ラストです。でかー、やばいでしょこれ。おお、やめてちょうだい。淡い期待を抱いて残像1番
2つよりいい。いやー、ラストね、ほんとやっぱり夕真面目パワーっすね。デカオコゼともう切っておきましたが、ヒラメでラストもナイス。よかった、残業してよかったです。ほんまラスト1番残業した甲斐がありました。よいしょ。いやー、ラスト2番で大逆転しましたね。今日もやっぱり夕方、やっぱ朝より夕方の方が圧倒的ですね。では帰ります。お疲れ様でした。辛抱は力なり。はい。いや、もう全然ダメで先輩らと LINE して、もうエビ拾えるだけやんっていう LINE をしとったんだけど、ラスト夕真面目パワーでなんとかやりました。本当だったらもうその前のみで帰るつもりだったんだけど、もう一丁おるんじゃねえかと思って。おお、何匹？夕真面目にダブルがあって、その後1枚。しかも結構濃いとるばっかり。やったー。頑張って生きてもらう。まあいろいろなんやかんやは取ったんだけど、やっぱりカニとヒラメボランと寂しいけん。まあカニはもう狙ってなかったけど全然。2秒怒ってすぐ。動画はこれとこやってない。ちょっと少ないね。はい。少なめですが。でもまあこれ片とこれだけは結構すごいんですよ。正月前だけな。正月にエビはつきもの。ガラは、これが2つと、2と小エビなんです。小エビ今日は寄りました。ヒバエビ断った途端におるというね。ヒバエビ。ほんまだ、ヒバエビがこんなに今日は。イイダコと、あっちがイイダコと、何だったかな。シャコとカニがこれだけでした。はい、お疲れ様です。ヒラメのおかげで今日もヒラメパワーで、今日も夕真面目パワーで、今日は急いで片付けましょう。お疲れ様です。皆さん今日もハードワーク大変お疲れました。寒かった。前回の飲み比べに負けず劣らず、これの交互飲みも面白いことに気づきました。楽しい。ブッカーズバーボン。やっぱミュコは香りがいいですね。もうこの前に持ってきただけで香りがすごい。ミュコブランデーどちらもトゥワイスアップで、まずブッカーズ。やっぱりコクがあって甘くて、その後にミュコ。これもうよりブドウの香りが強く感じる。香りがすごい。その後にブッカーズ。甘みが引き立つ。おもろい。ただ今日はこちら1ローズモルトグレインいただきました。先輩ありがとうございます。久しぶりの1ローズモルトですね。モルト&グレインですので、ワールドブレンデッドウイスキーブレンデッドです。香りは正直大したことはない。この音がいいですね。ここの作りがもう本当に素晴らしい。何パーなんですかね。46%高いな。まあちょっと一口だけストレートで。飲むと香りがちゃんとあって、これストレートでいけそうですね。ストレートの方が美味しいんじゃないかな。これうまいじゃないですか。美味しい。46% にしてはアルコールの辛みも少なく本当に美味しいですね。香りもいいし、チローズモルト。これじゃな。4235円。レビュー 4.7 すごい。確かにこれ4235円やったらもう全然もう全くありですね。これ美味しすぎると思うんですけど。安いとこでは3850円。でも送料700円。なるほど。でもこれちょっと4000円のレベルじゃないな。ちゃんとコクもあるし、ちょっと何年熟成なんか分かりませんけど香りもええし、でもやっぱりこのまま香ってもね、あんまりもう香りはほぼないですね。ただ飲んだ時の香りが素晴らしいです。すごいな。味わいもやっぱ日本人好みに作ったのかどうか分かりませんけど、
かなり自分としては美味しいと思います。これはここまで美味しいと高いウイスキー買う必要ない。なあ、今度からそれにしね。でもいろいろ買いたいんよ。では評価を見てみましょう。埼玉県秩父市で製造される日本で人気のウイスキー、そうなんですよね。皆さんウイスキー好きな方はご存知かと思います。1ローズモルトの中でも最も手頃な価格で入手できる入門酒の位置にあるボトルです。これで入門酒1ローズモルトは以前にも動画で皆さんとシェアさせていただいたんですけど、それもかなり美味しかった覚えはありますね。フルーティーで落ち着いた味わいであることから、自分は加水して飲んでません。ストレートですので落ち着いたというか、加水してみましょうか。ただちょっとこの美味しさだと加水するのももったいない気もするんですよね。個人的にはストレート相当美味しいんですけど、いただきます。やっぱり味はやっぱり加水した方がわかるかな。グレーンの風味が引き立つ。モルトより甘さがより引き立ちますね。やっぱアルコール辛さがなくなるんで、甘みがより引き立つ感じですね、加水した方が。どっちがいいと言われると微妙やな。ロックで氷が溶けていってこの味が変わっていくのを楽しむのがいいかなと思いますね、自分は。世界各国の原酒を輸入してブレンドした銘柄となっています。なるほど。9種類のモルト原酒、2種類のグレーン原酒使用しているそうです。樽は水なら。これはあんまり高いのね、人に勧めるのも逆に失礼なんで、高いのが美味しいのは決まってますけど、これは結構ちょっと本当におすすめな感じのジャパニーズウイスキーでは明石ウイスキーがねお手頃で香りも良くて美味しいなと思いましたが、やっぱ値段がこっちの方が倍ぐらいするだけあってこっちの方がおすすめですかね。めちゃくちゃ気に入りました。ちょっとびっくりしてます。今日の刺身の盛り合わせ、一応自分のメインは平らげですけど、ハゼを見た時しようと思ったのでメインですけどメインかな。今日もこの青備前でもう茶色になってしまいましたが、青備前です。これ一応5年ぐらい経つとこんな色に、もう黒備前やな。丼作っていきたいと思います。そして前回登場しましたこちら黒崎の一番のり。これもう見た瞬間優勝が何か分かるんですけど、もう多分もうこれが優勝だと思うんですけど、これとこれのこの組み合わせがもうおそらく多分優勝だと思うんですが、一応丼にしていきたいと思います。エビ尻尾を取りましょう、丼なんで。でハゼ、ハゼです。平らぎここに置いたんで、ここに上に置きましょうか。これはね赤下ビラメ。よいしょ。色としてはエビもう一個足しときましょうか、寂しいんで。これでどうでしょうか。もちろん800円です。800円と言ってもちょっとあんまりあれですよね、少ないですけど、昨今の物価の高騰によりこれでも800円です。いただきます。1番目ちょっと赤下ビラメいってみます。これがおそらく最下位でしょうから。黒下ビラメに比べて身が柔らかいです。黒下ビラメはコリコリなんですけど、でも冬なんでちょっともちもち感ありますね。ちょっと身が締まってるんでしょうね。ではちょっとハゼいってみます。ここガボッといただきます。ちょっと刺身だけ淡白ですが弾力もあり、ちゃんと出汁味もあって、自分が想像してたよりもだいぶ美味しいです。大したことないと思ってたんでちょっとハードルが低かったんでしょうね。かなり美味しく感じました。ただ甘みとかはゲッタの方が多い気がしますね。そしておそらく今日優勝であろう平らぎ、まず平らぎだけいきます。やっぱ平らぎは自分は塩焼きにして乾燥のりで挟んで食うのが美味しいかな。刺身の良さがあんまりわからない。もちろん当然美味しいんですけど、めちゃくちゃ塩焼きに勝てないですね、自分の中ではですけど。あくまで好みの話です。絶対これが優勝だと思うんですけど、ちょっとよりしま醤油足して海苔平らぎよりしま醤油でいただきます。ご飯と一緒にいただきます。もうこれ絶対優勝でしょう。もう海苔がそもそも優勝ですからね。いただきます。もう余裕で優勝でした。平らぎがそもそも美味しい上に、前回もやりましたけど海苔単品が圧倒的に優勝、2位がぶっちぎりの優勝で、その海苔と平らぎ合わせて優勝できないわけがない。海苔平らぎ圧倒的でした。今回もご視聴ありがとうございました。食べてみて、ちょっと海苔平らぎ。圧倒的すぎてもう見ててもそう思う。なんじゃろうな。もう見て、もう食べる前から分かるもんな、これが優勝なのが。